次はですね、アザミウマになります。この時期からですね、アザミウマの方が大量発生してきます。ピーク的には6月の中旬から下旬となっておりまして、7月のですね、上旬ぐらい。6月、イチジクの管理、実がついて葉が一気に茂り、忙しくなるこの時期、地植えも鉢植えもこの時期にやるべき作業を実際の畑の様子と一緒に分かりやすく解説をさせていただきます。まずは地植え、鉢植え共通の部分からお話をします。まず1点目、2回目の芽かきとなります。5月に一度ですね、芽かきをした木でも6月になるとですね、また新しい芽がですね、たくさん出てきます。この芽を放っておくと枝が混み合ってですね、風通しが悪くなり病気の原因にもなります。新たに生えてきた芽に対してもですね、栄養がいってしまいますので、せっかくですね5月に芽かきを行って栄養を集中させるということをしているので、そちらの芽にですね栄養を取られるのは非常にもったいないことになりますので、栄養を集中させるために必要のない芽はですねかいてしまいましょう。でこの芽かきをですね進めていきますと、脇芽が出たり、あとは株元からですね、ひこばいですねがですね出てきたりしますので、そちらもですね取り除いていただいてですね、株元をすっきりさせて風通しの良い状態にしてあげましょう。5月の頭から芽かきをしてきておりますが、見ての通りですね、また新しい芽がいろんなところから出てきてます。こういうのもそうですね、これもそうですね、この裏にも生えてきてます。この場合ですとこの枝にですね栄養を集中させたいので、こういう芽っていうのは全部取っていただく、いわゆる2回目の芽かきをしてください。はい、こういうふうに、ここにも入って、ここ2本入ってるね、こういうふうに。あとここにあるちっちゃい芽なんかも全部必要ないんで、ここにここ3本入ってますね。こういうふうに芽を落としててください。ここにもあります。はい、こういう感じで。こういうちっちゃい芽はわざわざこういうハサミを使わなくても大丈夫なので、こうやってもう手袋をして余分に生えてきた芽っていうのはこういうふうにもう全部こういうふうにこうちぎって全部取っていくような、はい、こういう感じでね、いや本当にですねいろんなところから新しい芽が出てきます。こういうふうにね株元に生えてきたこういうひこばいもですね、株元をすっきりさせるためにこういうのも全部落としてしまいましょう。これもか。はい、こんな感じにね綺麗にしていただければ風通しが良くなりますよね。あとひこばいの中にもですね、これもひこばいで結構出てきてるんですけども、もしかすると来年再来年ですね、更新用の枝として使えるような位置に生えてきているものは無理して落とさなくても大丈夫です。もう大事にですね育てて、更新用のね枝として育てましょう。次は追肥になります。イチジクはですね非常に肥料食いの果実となります。3月からスタートして10月までですね、毎月ですね追肥が必要になります。6月の追肥におすすめなのは化成肥料。6月はですね着火も見られるような時期になりますので、見越えとしてですねリン成分がですね多い肥料を施肥するというのもありです。初心者の方にはですね普通肥料 NPK のですね合計値がですね30より少なくなるオール8がおすすめになります。高度肥料のオール10、オール14でも OK です。ただしその場合施肥量にですね注意してください。しっかりとですね肥料のですね説明を読んで施肥をしてください。弱い芽がある場合はですね、尿素をですね部分的に施肥するのも OK ですし、液肥をですね葉面散布するというのもありです。ただし液肥の場合ですね、即効性もありますが切れるのも非常に早いので、液肥だけでですね追肥を賄うのであれば週に1度ぐらいですね液肥を散布するということをお勧めいたします。ちなみに私がですね6月の追肥で利用する肥料はですね、固形30号プラスということで NPK の配合率は10-10-10ということでオール10の肥料となります。またですね液肥の方も散布するんですけども、私の利用する液肥は10-4-6で単葉でですね巻くということはしておりませんで、この後ですね解説をさせていただく殺虫殺菌剤ですね、消毒です。こちらの消毒に混ぜて葉面散布をするということをしております。
次にですね、害虫、カミキリムシになります。カミキリムシ、6月に入りますと、そろそろ成虫をですね、見かけることとなります。5月までの間では成虫はですね、こちらではまだ見かけてはおりません。成虫のですね、対応はどうするかというと、もうこれはもう単純です。見つけ次第ですね、捕殺ということを私はしております。幼虫テッポウムシに関しては、見つけ次第ですね、針金を使ったり、緊張ル E ですね、の方を用いて退治をするということをしています。実際の駆除作業はこのような状態でやってます。作業中に発見いたしましたカミキリムシ入ってますね。はい、見ての通り木くず、色が濃くなっているのは湿った木くずなので、この木くずのね上部の方にテッポウムシ、カミキリムシの幼虫が入っているという証拠ですね。この辺りですね。この指の先になります。テッポウムシ駆除作業をですね行います。駆除するのに使うのは私はこちらになります。カミキリムシ退治に効くスプレーになります。こういうですねスプレーを使いたくないという方は針金をね用意していただくことによって退治できるかもしれません。じゃあ具体的にどういう風にやるかやってみましょう。針金でまずやる場合は針金を、伸ばして、結構ですねこのテッポウムシの穴って深いんですよ。先ほど発見しましたテッポウムシのね穴に、この穴に差し込みます。はい、こう入りましたね今。で穴がねまっすぐ開いてるわけじゃないんで、入ってからね木に沿ってるので、これも右か左に回ってるんですよ。で今刺した感じ、今これだけ入ってますけど、穴はこちらかこちらに向かっていってるので、ちょっと曲げてみます。こういう感じで少し90度曲げてみます。でもう一度入れてみます。ここですね。ここはですね穴が本当に直角なんで、これ以上先に入らないな、これだと。ちょっと厳しいですねこれは。うまくいけばねこの針金の先にね幼虫がね刺さって退治することができます。今見ていただいた通り針金はちょっと今中まで入れませんでした。おそらくこう枝に対して直角にね掘り進んでいるようで、針金だともうそれ以上進めませんでした。ということでこちらの方のねスプレー使います。でノズルねついてますんで、このノズルを入れて使います。本来はこのノズルは先端に3方向に出る仕組みになってます。なのでこういう風にまっすぐ出てもこう両脇からもねブシュッと出るので、今の場合穴がねこうなっててもこう入れるので左右に出るんで薬剤が届きやすいっていうメリットがあるんですけど、結構詰まりやすいです。細いので詰まってしまうともうどうにもならないんで、その時どうしてるかというと、これ簡単に実は刃物でチョキンと切ることができるので、ハサミで私切ってあります。なので今は一方向しか出ません。まっすぐにしか出ません。ですがね結構勢いよく出るんで、このまま使いたいと思います。でこれ今 420ml あるんですけど、もうかなりもう使ってるんで、音聞こえないと思うんですけど、容量が結構少ないです。新しいの買うとねまた新しいのついてくるんで、うちはもう予備がもう1本あるんで、とりあえずこっちを使います。はい、じゃあここね、はい、入りました。これだと少し斜めにできるんで、反対側も入るかな。これはもう木の先端に向かってなっているようですね、この穴は。で薬剤が穴から出るまで私やります。もう出てますね。はい、こういう感じで。これで薬剤流し込んだんで、届いていれば幼虫の方は退治できると。やってると分かるんですけど、今の穴に入れると、穴がねどこかつながっていると、もう一方の穴からもねこう薬剤が出てくることがあります。距離がねそれだけ短ければになるんですけども、そうすると反対の穴からもね出てることが確認できれば、結構な確率でね退治できるということになります。これ結構なくしやすいんで気をつけてくださいね。こういうのをね見つけたら要注意です。皆さんもカミキリムシね、テッポウムシ退治してください。作業後はねこれどかしておきましょう。ちょっとねこれきれいにというかこうね跡をなくしておきます。2、3日後にねもう一度見に来て、木くずがなければ退治完了となりますね。
次にですね、支柱誘引作業になります。これはですね、品種にもよりますけども、私の栽培しております麻酔銅品の方はもう誘引は必須作業という状態になります。私の場合はですね、誘引の紐をですね、ちょうど後ろにもこう映っておりますけども、上からですね、こういうふうに荒らしておりますので、この紐を枝にこうくるくるね、こう巻きつけるような状態で自立をですね、補助するということをしております。この誘引をすることによって何がいいのかというと、イチジクですね、たくさん実をつけてきますので、枝がどんどん伸びていきますと、実の重みにですね耐えられなくなって、枝がこう寝てしまうと、倒れてしまうというふうになりますので、それが倒れないようにするために、誘引の紐で補助する。こういう紐じゃなくてですね、支柱を立ててですね、支えをするということでも大丈夫です。またですね、この誘引をすることによって枝と枝との間隔をですね、調整することができる。風通しを確保することができる。そして枝がですね、風で揺れなくなりますので、成長の方もですね、良くなるというふうに言われております。ちなみに私が利用しております誘引の紐はこちらになります。これは漁網のですね、修理用の紐になります。商品名でいうとオフレックスというものになります。漁網のですね、修理用の紐になりますので、いわゆる海水につけて使うものになりますので、非常にですね、丈夫です。誘引用の紐として外でね、5、6年ですね、使っても全然問題なく、非常に丈夫な紐となっております。誘引の方の紐の結び方についてはですね、昨年ですね、詳しい動画の方を公開させていただいておりますので、気になる方いらっしゃいましたら、ぜひチェックのほどよろしくお願いいたします。次、そろそろですね、梅雨入りの時期になりますよね。例年ですと、こちら北陸ではですね、6月の中旬から下旬にですね、梅雨入りすることが非常に多いです。梅雨に入りますと懸念されることはですね、病気です。疫病の発生のリスクが非常に高くなります。疫病対策の予防として私がやっているのは、殺菌剤をですね、散布するということをしております。人間と同じでですね、発病してから、つまり疫病になってからやるのではなくて、予防のための殺菌消毒という具合にしております。使用するですね、農薬とすればランマンフロアブル、レーバスフロアブル、そして Z ボルドーがですね、非常に有名ですよね。で Z ボルドーの方は銅剤です。金銀銅の銅ですね。銅剤になりますので、こちらをですね、このまま散布してしまいますと薬害がですね出やすくなりますので、石灰成分のですねクレフノンというのをですね混ぜて散布するということをしないといけません。先ほど肥料のところで液肥の方のですね話をさせていただきました通り、このようなですね私殺菌剤をまくときに同時に液肥を混ぜて散布するということをしております。農薬を利用する場合、適用作物の中にですねイチジクっていうのがですね入っていることが大前提になります。そして利用する場合は説明書をしっかり読んでいただいて、希釈倍率をですねしっかり守っていただいて散布を行ってください。難しいことはないです。薬と同じですね。しっかり読んでいただいて正しく利用していただければ大丈夫です。次はですね、アザミウマになります。この時期からですね、アザミウマの方が大量発生してきます。ピーク的には6月の中旬から下旬となっておりまして、7月のですね、上旬ぐらいに収まってくるような状態になっております。で、アザミウマ自身はですね、非常に小さい虫になりまして、この虫っていうのは実はイチジクのですね、花芽、花頂部ですね、花芽の方に侵入をして被害下になるという具合になっております。特にですね、麻酔ドーフィン、この6月にですね、着火をしてどんどん実が大きくなります。で、その実の横径がですね、だいたい19ミリ程度になると、花芽がですね、若干ですね、開くんですよ。その開いた穴にアザミウマが侵入をして、被害下になると。花芽が開く品種と開かない品種っていうのがあるそうです。開く品種で有名なのは麻酔ドーフィン、蓬莱紙、そしてビオレソリエスとなります。開かない品種として有名なのは実はバナーネですね。あとフランダースも開かないそうです。つまり開かない品種に関してはアザミウマのですね被害を受けることはありません。ちなみにビオレソリエスはですね開きますけども、晩成種となるためですね、ちょうどアザミウマが発生する頃はですねまだ着火してもですね全然実の方が大きくないので、こちらではですねほぼ被害を受けることはありません。南の方へ行くともしかすると被害にですね遭っている可能性は高いのかなと思います。
逆に北の方に行くと横径がですね20ミリになる頃っていうのはアザミウマのですね発生する時期がもうすでに終わっているので、被害をですね受けにくくなっているかもしれませんね。こちらの方のですねアザミウマの対策として行っているのはもう殺虫剤です。先ほど言いました通りですね、7月の上旬ぐらいにはアザミウマの方ですねピークが過ぎてしまいますので、6月のこの1ヶ月間をですね消毒で乗り切るという具合にしております。例えばですね6月の1日に散布をすると、そうすると2回目の散布はだいたい10日後の6月の10日、そして3回目が6月の20日で、最後に6月の30日ということで、10日おきにですね殺虫剤を撒いてですねアザミウマのですねもう数を減らしてですね被害化を減らすという具合にしております。なぜですねこの殺虫剤をですね1回ではなくてですね複数回撒くようなことをしているのかと言いますと、1回目の散布で退治できるのは成虫なんですよ。つまりこの殺虫剤で効くのは成虫であって、卵に対しては効き目がない、薄いのかな、効き目がない薄いという状態なんですよ。そうするとその卵がだいたい10日前後ぐらいにですね孵化するんですよね。そしてまた子孫を作るという具合にしていくので、10日後にですねもう一度散布することによってその孵化した成虫を退治することができると。それを数回繰り返すことによってアザミウマの数を劇的にですね減らして被害化を減らすという具合になっております。この話を聞いてですね、私もじゃあ殺虫剤を使ってみようかと思われる方はですね、ラックコードをですね確認をして購入散布をしてください。ラックコードって何と思われる方いらっしゃるかと思いますと、簡単に言うと区分です。同じ殺虫剤ばかり使っていますとアザミウマがですね抵抗性を持ってしまってその殺虫剤が効かなくなる、効きにくくなるという具合になりますので、各種メーカーさん、言ってるんですけども、殺虫剤をですね撒く場合は毎回ね変えていただいて、その虫に対して抵抗性が生まないように散布をしてくださいという具合になっております。商品名がですね異なってるから実は違うものだと思ってても、その区分が同じ場合っていうのは往々にしてあります。このラックコードについてもですね、私過去動画の方で詳しく触れておりますので、気になる方はぜひチェックをしてみてください。で、殺虫剤もですね殺菌剤と同じです。適応作物の中にですねイチジクがあるっていうのが大前提になります。一つですね注意していただきたいのが、オルトランって皆さんありますよね。ホームセンターのですね農薬のコーナーに行くと見ると思います。いろんな種類のオルトランってあると思うんですけども、オルトランの流剤とオルトランの水和剤っていうのがあると思うんですけども、実はオルトランの流剤にはイチジクが適応作物には実は入ってないんですよ。水和剤の方はですね適応作物として登録がされておりますので、オルトランだからイチジク大丈夫だろうというふうに思ってですね流剤を撒いても実は効き目がですねないという具合になりますので、そこもですねしっかり確認をしてください。希釈倍率をですね間違えないようにですねしっかり説明書を読んで散布をしてください。もしですねわからない場合はですね、販売している JA さんであったりですね販売店メーカーさんなんかにですね問い合わせていただければ優しく教えてくれると思います。私はねそれでもやっぱり農薬は使いたくないというふうにですねおっしゃる方はですね、サージカルテープという方法があります。先ほど申し上げました通り、着火した実の大きさがだいたい20ミリ、それよりもねちょっとちっちゃめの17、8ミリぐらいがいいと思うんですけども、夜花芽が開く前に花頂部の方にですねサージカルテープをですね花頂部を塞ぐような大きさで貼っていただくという具合にしていただければ、もう穴がありませんので入りようがないという具合になりますので、これでもですね防ぐことができます。鉢植えプランターの方ですと数が少ないので非常にですねやりやすいのではないかなと思います。私のように地植えでたくさんやっていると貼って回るだけでも大変ですし、実際に収穫時期にですね剥がさないといけないという作業も出ますので、結構ですねこれ剥がし忘れとかもあってですね、剥がした時に破れてしまったり皮がねということで商品価値がですねなくなったりしてしまいますので、なかなか難しいんですけども、家庭菜園でやられる方には非常におすすめになります。こちらもですね過去動画の方で私動画公開しておりますので、是非ですねチェックしてみてください。ここから先はですね鉢植え栽培になります。水管理がですね重要になってきます。もうかなり暑くなってきますので、どうしても鉢植えプランターの場合は土の量が少ないので保水力の方がですね地植えに比べてかなり低くなりますので、水切れっていうのがですねどうしても出やすくなりますので、
しっかりとですね水管理をやっていただく必要性があります。特にですね梅雨が明けますと乾きやすくなりますので、水切れを起こしやすくなります。朝だけねやっていても足りなくなるということで、朝晩ですね2回やっていただくということになるかもしれませんね。この辺はですね表面の土を見ていただいて、あと鉢をですね持ち上げられるのであれば持ち上げていただくと、水がなければ非常に軽いと感じるはずです。その時はですねたっぷりと水をあげてください。次にですね鉢の移動ですね。でこれはですね何かと言いますと、梅雨の間はですねできればあまり雨の当たらない軒下等にですね移動ができるなら移動なさった方がいいと思います。植物全般に言えるんですけども、水っていうのはですねじわじわ染み出てくるような水っていうのがですね植物は非常に好みなんですけども、梅雨のようなですねザーザー降るような雨っていうのは正直あまりいいものではありません。なのでできれば雨の当たらない軒下の方に移動していただいて管理をしていただくっていうことをお勧めいたします。以上ですね、いちじく6月の栽培について解説をさせていただきました。過去動画にもですね結構触れさせていただきましたので、そちらの方の動画の方のリンクは説明欄の方に貼っておきますので、気になる方はぜひチェックをしてください。こちらのチャンネルではいちじく栽培のヒントとなる動画を公開しております。いちじく通信という動画を適宜公開しており、現在の状況、今月の作業進捗状況を共有しております。ぜひチャンネル登録、通知をオンにしていただいて最新動画のチェックをしてください。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。今回の動画は以上になります。次回の動画でお会いいたしましょう。